おはいえなし。先日の配信でファイナルファンタジー14初心者の質問に片っ端から答えたので共有します。早速本編どうぞ。ゲーミング PC 持ってないんですが PS5 でやるのってどうなんです？ PS5 で快適にプレイできるんで問題ありません。スタートアップ動画の通りあと2年ぐらいでサポート終了がほのめかされてる PS4 でなければ OK です。一月前から始めた新規勢なのですが PS5 でプレイしています。ハマったので今度出るスイッチ2版を買おうと思ってるんですけど同じキャラでスイッチ2版でもプレイできるんでしょうか？公式から明示されてるわけじゃないんですけどすでにあるハードでは同じキャラでプレイできるんで十中八九できます。もしキャラの共有ができなかったらそんな大事なことを先日のファンフェスティバルで言わないはずがないかなと思ってます。スイッチ2でプレイ予定ですが各ダンジョンのランダムマッチングとかで知らない人とパーティープレイするときチャットないと厳しいですか？スイッチ2は携帯モードだとキーボードがないのでディスコードはあるので友達とのパーティープレイはできると思うんですが知らない人とランダムでダンジョン行くとなると厳しいですかね？キーボードがなくても問題ありません。スタートアップ動画でも触れたんですけど定型文機能っていうのがあってダンジョンへ潜るときであればパッドからそれ使ってコミュニケーションすればいいからです。ただ MMORPG ではあるのでキーボードで会話できる環境を作った方がより面白くなるとは思います。現在初心者の館が開放されたばかりのユーザーです。使ってるプレイ環境についての質問です。今14がプレイできるデバイスが PS4 Pro しかなくロードの長さに我慢しながらプレイしてるんですが PS4 Pro の対応がなされなくなるまでに PS5 または PC を買えば問題ないと考えているんですがこちらの考えで問題ないでしょうか？その考えで問題ないです。今回のセールで始めようか迷っています。セール中にプレイ権利を購入しといて漆黒までフリートライアルで遊んでから製品版に移行したいんですがレジストレーションコードに使用期限とかってあるんでしょうか？金が絡む話なんで断言はしないんですけどレジストレーションコードに使用期限はないと思うっていうコメントが配信中に3件ありました。はじめまして Steam 版フリートレでゴールデンウィークから始めたんですが最終的にスイッチ2で製品版買ってやりたいと考えています。 Steam 版は他に移行できないといった情報が散見されるんですがスイッチでやるなら今のうちに Win 版でやり直した方が良かったりするのでしょうか？ Win 版でのやり直しっていうのは不要だと思います。というのも今は一つの14のサービスアカウントで PS5、PS4、Xbox、Win、Mac、Steam またいでプレイができるためです。スイッチ2版の使用は未発表なんですけれどもおそらく踏襲するもんだと思います。ただ私知らなかったんですけど Steam 版と Windows 版って同じサービスアカウントでプレイできないらしい。なので今回は Steam 版からスイッチ2版への移行なんで問題ないと思うんですけれども念のため認識しといてください。スイッチ2の参入どう思いますか？対応プラットフォームが増えて悪いことはないと思ってます。ちなみに2026年5月の任天堂の決算資料曰くスイッチ2の普及台数って約2000万台らしくてで一方で PS5 は2025年9月の時点で9200万台だそうです。なんでスイッチ2が派遣ハードってわけじゃないんですね。私も知らなかったんですけれども行月の途中までやったところで PC 変更でミスって UI 設定などが全部吹っ飛んで引退してしまった元非課線です。もう2年近く放置して操作も多分抜けちゃってるし復帰したいと思ってるんですが 8.0 で新しい戦闘スタイルが実装されると聞いて復帰のタイミングに迷っています。どうせ UI を全部設定し直すなら 8.0 まで待った方がいいかどうかアドバイスもらえますでしょうか？ UI の設定が2度手間になるっていう理由なら 8.0 まで待たなくて良いです。 8.0 で見直されるのはあまたある UI の中のたかだかそのスキル回しっていうごく一部の要素だけだからです。初見で申請編からグレーンまでで引退したものです。復帰した方がいいか迷ってます。引退理由は当時のリアルの環境変化でなんとなく離れてしまいました。今もゲームはしてるんですがゲーム時間がホヨバゲーや名著やってて時間がないなと思ってる次第です。そこでどちらにも触れてらっしゃる家なしララさんに時間がなくても40やった方がいいか個人的な所感を聞きたいなと思った次第です。ぶっちゃけ言うとそう質問してる段階ではまだ40やらなくていいかなと思います。これが名著とかだったらサブゲー適正とかがあるんで軽率にお勧めできるんですけど14って言うて重ゲーなので時間作ってでも14やりたいっていう前向きな気持ちが生まれたらぜひやろう。黄金のレガシーの最初のパッチまでやっていました。メインクエを楽しみにしてたのであまりのメインクエのつまらなさに引退してしまったんですがあの後楽しくなったんでしょうか？個人的な感想でいいです。私はストーリーの感度があんまり高くないんであくまで参考なんですけど 7.5 からやや力技ながら14の得意分野に持っていこうとしてるなっていう印象を受けました。配信中のコメントだと 7.2 から持ち直しつつあるっていう意見が 5,6 人いてマジョリティでした。初心者です。今年の1月から2月にかけて申請からグレンまで来たんですがデイリーが重すぎてやめてしまいました。今後デイリーが軽減される的なアップデが来ないのでしょうか？そもそもデイリーはやりたくなければ一切やらなくて大丈夫です。なんなら私も全くやってないです。スタートアップ動画で触れた通りメインクエを進めるだけだったらメインクエだけで1ジョブはレベルが上げられますしID でニードしてれば装備の更新も自動的になされるためです。正直 8.0 で持ち直せそうですか？持ち直すって気持ちでいた方が私は得だと思っています。1年前に蒼天の途中までやってやめた結果復帰しようにも何をしてどこにいるのかも分からなくなってしまいました。どうすべきでしょうか？画面左上にメインクエストの名前が表示されてるはずなのでそれを参考にメインクエストを進めれば OK だと思います。
ます。スタートアップ動画で触れた通り、左上にはメインクエが未受注だったら次のメインクエが、で、受注済みだったらそのメインクエの名前が表示されてるからです。ファイナルファンタジーのナンバリング全くやってない状態で14だけ友人に誘われてプレイしています。先日発表された絶妖精乱舞のケフカのようにナンバリングで登場したキャラが出るようなので、過去シリーズやってた方が楽しめるでしょうか？やってなくても十分楽しめますか？過去作をやってる私は人よりも多くニヤニヤできてるんですけれども、やってなくても全く問題ないです。過去作知ってる人しか楽しめないみたいな寒いノリっていうのは14にはないので安心してもらえればと思います。東方行月編なのでさっさとクリアした方がいいですか？さっさとクリアした方がいいです。一番盛り上がってる最新のコンテンツに手を出せるようにするためにも、かつストーリーのネタバレを気にしなくていいようにするためにも、とにかくメインクエスト最新まで追いつくのが最優先です。知ってたらでいいんですが、14のプレイ層はどの年代が多いんでしょうか？私は社会人1年目とかなのですが、少し気になったので質問しました。社会人1年目よりは上の世代が多いです。コメント曰く30代が多いとのことです。凄まじいコンテンツ量があるようですが、社会人には時間的に厳しいのでしょうか？土日全通波で最新バージョンまで追いつくにはどれほどかかりますか？全く厳しくないです。そもそも全部やる必要ないし、誰からもいつまでにやれと求められてないからです。メイン追いつくまではスキップ使わないと少なくとも200時間ぐらいかかると思うので、土日各8時間だとしても2ヶ月以上はかかりそうかなって気がします。FF のジョブの中で竜騎士が好きなんで槍術師で今から始めたいのですが、最初はこのジョブがいいとか既存の動画などで解説されてましたか？基本的にジョブバランスがいいので右脳でジョブを選んでもらえれば OK ではあるんですけれども、もしバトルが不安なのであれば、ジョブ紹介動画で触れた通り戦線維持への責任が最も軽い DPS ロールがおすすめです。で、その中であえて絞るんだったら破術師クラスがおすすめです。っていうのも破術師だけ DPS ロールの召喚師とヒーラーロールの学者に派生していて、一方のレベルを上げるともう一方のレベルも連動して上がる謎にお得な仕様だからです。大昔初心者ながらグレーの途中まで進めてここ数日で復帰したんですが、ストーリー内容をなんとなく覚えているものの操作技術が全リセされていまして、スキルを押すのが精一杯で敵が全然見えてないんですね。それでもヒーラーやってみてもいいんでしょうか？もう少し DPS で敵くらいは見える視野を持ってからにしないとまずいでしょうか？悩ましいですね。透滅戦ではヒーラーが2人いるんで1人増えてでも全然なんとかなるんですけど、インスタンスダンジョンだとヒーラーが1人しかいないんで自分のミスで割と崩れやすくなります。で、インスタンスダンジョンはコンテンツサポーターがあるんで、他人に迷惑をかけたくなければそれを使う前提でヒーラーを使うのはありだと思います。ただ正直個人的にはまず DPS 使って手慣れてきたらヒーラーを使った方が気楽かもなとは思います。漆黒まで詩人1本で来たんですが、このままジョブ変えずに行くのは大丈夫でしょうか？タンク練習などした方が上達しますかね？また14は野良で友達作りやすいですか？ジョブは変えなくて大丈夫です。私もメインクエ中ずっと黒魔同士でした。ただ別ロールも触れた方が視野が広くなって上達するのは事実です。例えばヒーラー触っておくとヒールにも射程があることを認識できるので、遠隔 DPS になった時に敵から離れられるからって言ってアホみたく離れるとやばいとか気づけます。で、野良は固定と比べると一人一人とその接する時間が短くなる。で、VC もやらない傾向なんで友達は作りにくいです。ただ野良でも野良パーティー組んだ後に上手かった人とかにテルを飛ばして友達作ってる人とかもいます。なので野良か固定かっていうよりは積極性とか社交性が大事だと思います。初心者です。ナイトやってたんですけど、高難易度やらなければガンブレでも問題ないでしょうか？問題ないです。質問の意図の理解が追いつかなかったんですけど、もしガンブレがナイトよりも弱いと思ってそう質問してるんだったら、そもそも別にガンブレはナイトより弱くないです。漆黒進行中です。先生術師やってるんですけど、主にアライアンスレイドでリキャごとにカード配るべきか、ボス戦のバーストに備えて温存すべきか迷います。今はカードいっぱいもらえた方が嬉しいやろう思ってリキャごとに配ってます。私は先生術師エアップなんで、私個人は助言できないんですけど、コメント欄ではリキャごとに配るで OK っていう意見が大半だったんで、そうだと思います。ちなみに 8.0 からバーストがなくなる方向感で調整するらしいんで、そういう意味でもリキャごとに配る方向で慣れていった方がいいかもしれないですね。最近ナイト始めて今ようやく50少しまで上げたんですが、ルレの50以上の ID 引いた時まとめがかなりしんどくなっています。この辺りからの装備更新はその都度した方がいいんでしょうか？前提としてスタートアップ動画でも触れた私学装備っていうのが結構強くて、 ID とかで手に入るレベル51から53ぐらいの装備だったらむしろ50の私学装備の方が強いなんてことがあります。なのでそんなシャカリキになって装備更新はしなくていいと思います。まとめ進行が厳しいってのは自分のスキル回しだったりヒーラーのヒール量なりその辺の影響の方が大きいかもしれません。スキル回しが全然わからず光ってるのを押してるだけなんですが、このまま進むのはまずいと思っています。スキル回しの勉強ってどうしたらいいんでしょうか？ジョブ名スキル回しで調べれば出てくるので、そこで理解すればいいと思います。で、14では木人っていう不動かつ不死身の敵にひたすら殴れる的があるので、そいつに殴りまくりましょう。動かない敵に適切なスキル回しができなかったらギミックこなしながらスキル回しなんかできないので、木人の場所はググってください。10年ぐらいメインがずっと白魔同士でなんとか霊式踏破できるかぐらいまで頑張っている非化戦です。過去竜騎士で挫折、現サブジョブ召喚使ってますが DPS がどうしても苦手でギミックとか避けられません。どうしたら DPS 上手くなれますか？向き不向きと言い聞かせずっと諦めています。 DPS できる人ほんと尊敬しかないんです。私は DPS 上手くないんでお
お門違いかもしれませんけど、私は木人回しまくったのが一番上達しました。家梨さん、キャスターのイメージ強いんでキャスターのコツを教えてほしいです。5区まではオールラウンダー目指しているのですが、火力が他ジョブほどうまく出せてない気がします。私もキャスターうまくないんで参考程度なんですけど、あえて言うんだったら滑り打ち。栄唱の途中からは移動しても栄唱がキャンセルされなくなるので、栄唱しつつもちょこちょこ動くっていう、いわゆる滑り打ちが大事っていうか、そういう小技があるよっていう、火力を出すっていう面において DPS の中でキャスター特有のコツってあんまないと思うんで、意識しすぎない方が良さそうだなと思いました。こんにちは。ターゲット切り替え、ターゲット解除が難しいです。ヒーラーとか殴りながら回復できる気がしません。コツとかありますか？私も苦手なんで答えられないです。あえて言うんだったら、十字キーの上下ですぐ味方をターゲットできる機能を活用するぐらいかな。コメントであったのが、キーボードプラスマウス操作の場合は MO マクロを押す声がありました。マウスオーバーしてスキルを使うだけでターゲットの切り替えせずとも効果が発動できるっていうやつです。詳しくは調べてください。去年の10月から始めて今パッチ 6.1 の若葉です。蒼天までの透滅戦は加減でクリア済みなのですが、そろそろ霊式などもやってみたいと思います。ただ過去の霊式はやはり人集めが厳しいでしょうか？コンテンツ紹介動画で触れた通り、コミュニティファインダーとかロドストの日記を探せばワンチャンあるかもしれないんですが、集まりにくいのは事実です。できるだけ最新のやつをやるしかないかなと思います。ちなみに霊式は .0、.2、.4 でリリースされるんで、.5 である今は残念ながら閑散期です。絶武器コンプレックスに陥っています。絶手間だけしか勝ててないから、一部ジョブが絶武器じゃなくてマナ進んでて肩身狭く感じます。これって異常な感覚ですかね？コンプレックスを抱くのは悪いことではないと思います。私も絶武器じゃないけどコンプレックスはあるし、それをエネルギーに変えて絶手間以外もクリアしにかかるかは自分と相談かなと思います。難易度は絶大なり霊式大なり現大なり極ですか？そして絶バハムートぐらいであれば極もやったことない人でもクリアできますか？絶大なり霊式大なり現イコール極です。コンテンツ紹介動画の通り、現は極を現在レベル帯にリマスターしたものなので難易度は同等です。で、極未経験で絶はおすすめしないです。絶バハは普通に難しいですし、絶の中でも一番簡単な絶手間すらおすすめしません。まずは極で経験を積みましょう。極に初挑戦しようと思ってるんですが、おすすめはありますか？最新の極以外なかなかしゃきらないので、おすすめ以前に最新の極しか選択肢がなさそうかなと思います。それに最新の 7.5 の極は癖もないのでおすすめです。極の間でも難易度に少しだけ差はあるんですけど、言うてバカむずいのはないので、安心して挑めるやつを挑めばいいと思います。実装と同時に霊式やるやつってやっぱ禁断いりますか？初週4層とかは全然目指してません。禁断って金がかかるんで、禁断するもしないも自由だとは思うんですけれども、ただ一個人としては初週や2週目ぐらいに禁断してない人が入ってきたら禁断してこいよとは思います。40始めて数ヶ月ですがフレンドができません。ルレや ID で一緒になった野良の人もコンテンツが終わったら即解散してしまうので話しかける機会がありません。リンクシェルに加入していますが挨拶ぐらいで交流は皆無です。皆さんどうやってフレンドを作っているのでしょうか？自分も友達がいないんで答えにくいんですけど、リアルと同様に積極的にアクションを起こすしかないと思います。そのリンクシェルに他愛もない話を投げ込んだり、ユーザーイベントに顔出して雑談したり、VC ってこなければ VC できるとやっぱり情報量が段違いなんで打ち解けやすいかなと思います。ネットコミュニティに所属しないでソロで MMO って厳しいですか？全く厳しくないです。今でこそ私は14の YouTuber なんですけど、その活動するまでずっとソロで14やってましたし、固定も一切入らなかったんですけど楽しかったです。メインでバリアヒーラーを使用してるんですが、今後高難易度を始めるにあたって細かいことまで色々と教えてくれる人がいると嬉しいなと思っています。教えたがりおじさんやそういったコミュニティはどうしたら見つけやすいでしょうか？配信者の配信に顔出して質問するのが良さそうかなと思いました。私の視聴者の中には配信者に DM 飛ばして教えを請うていた人もいました。 DM での回答はなかったんですけど、後日の配信でこういう質問があってみたいな感じで答えてくれたらしいです。基本的に非課線はましてや配信者なんて教えたがりなんで、軽率にアタックしてみればいいと思います。ギャザクラもハマらず PVP もやらずフレンドもおらず、家なさんはログインされてた時何をされてるんですか？正直言うと今はパッチリリース直後以外はインできてないです。ただがっつりやってた頃はバトル系の過去コンテンツを一生遡ってプレイしていました。本物の姫ちゃんに会いたいのですが、どこ行けば会えますか？ファンギャザリングがいいと思います。家ってどうやって買うんですか？ハウジング買い方 FF14 で検索すれば出てくると思います。最近フリトラで始めたリアフレはホカゲーでもギャザクラ系のコンテンツが好きなのですが、私はギャザクラが苦手で今一つ沼に沈めまれてるような感じがしません。ユナスさんはもちろん視聴者様の沼ハメご意見が聞きたいです。ハマる必要ないと思います。14は異なる趣味の人を受け入れるコンテンツの幅の広さが魅力なんですけれども、逆に言うと全部のコンテンツにハマるの難しいです。私はギャザクラは別にハマってないです。もしかしたらギャザクラの何が苦手なのかっていうのを教えてもらえれば、もう少し具体的なことが言えたかもしれないですね。ギャザクラのランク上げが億劫です。最短で全ギャザクラジョブを100まで上げるにはどれぐらい期間がかかるでしょうか？また効率的なレベル上げの方法があれば教えてほしいです。漁師はオーシャンフィッシング、採掘師園芸師はディアデム諸島で、クラフター職は低レベルは適当なもの作りまくって、途中から蒼天外復刻プラスギルドリーブで私は効率的に上げました。そんなにこれで外れてはないと思うんですけど、ちょっと前の情報になるんで最新のレベリングは調べてもらえればと
と思います。マウント自慢できるエリアはどこですか？そのマウントに合う景観のところで取ればいいと思います。バイクだったらソリューション9みたいな近代的エリアとか。ガンゴッシュのオーケストリオンフの実装はいつですか？わかりません。リテイナーを追加で雇うタイミングとか熱量のラインみたいなのが知りたいです。雇用人数も含めて。生活系コンテンツが好きでミラプリとか釣り具で所持品パンパンな時とか、あるいはマーケットの出品額を増やしたい時だと思います。ただ大多数の人はそういうタイミングがそもそもなくて、リテイナーを追加で雇いたいって思う機会がないはずです。ハウジングがいい感じにできません。いろんなところ見に行ったら勉強になりますか？見学してアウトプットだけを見ても多分無理で、ハウジング配信を除いて制作過程を見たり質問したりした方が身になると思います。ハウジングつながりで一応 S ハウス持ちなんですが、メインストーリークリアしてからの方が手掛けた方がいいですかね？やりたい時にやれば大丈夫です。最新まで追いつかないと取れない家具とかはありますけど、アホほどある種類のごく一部とかだからほぼ支障ないです。ピルグリムってソロってどう設定したら入れますか？全然わからなくてすいません。一人でディープダンジョン突入しようとした時に固定パーティーで突入の方を選べば OK です。14のサントラ集で作業をはかどるおすすめのアルバムとかありますか？私は作業中は歌詞がない曲が好みなのと、あんまり曲が切り替わって欲しくない派なのもあって、不人気曲なんですけど、パンデモニウム変国編の戒めの鎖っていう曲が好きで、作業中それを一生聴いてます。余談なんですけど、攻略動画作ってる時はそのコンテンツの BGM を作ってます。その方がテンションが上がるからです。皆さんおすすめのアルバムとか曲があればコメントください。トレジャーハントコンテンツについて解説する予定はありますか？よくわかんないですよね。めちゃくちゃ気持ちわかります。ややこしいですよね。解説動画を作る予定はないんですが、一回トレハンの配信してるんで、流れはそれでわかるはずです。あとはググってください。からの地図で持ち込みなし高額商品募集主ニードの場合集まりが悪く感じるんですが、実際高額商品を入手しようとするとどんな募集をするのが一番早く入手できると思いますか？私は地図パーティー入らないんでわかんないんですけど、視聴者からは最初の一つの高額商品だけ主ニード、残りはフリロという形式だと多少マシっていう情報がありました。平日の日中でデイリーのフロントマインがマッチングしやすいサーバーってありますか？私はプレイしてないんでわかんないんですけど、視聴者曰く平日日中はどこも厳しい、フロントラインは土日でも厳しいとのことでした。宝物庫ってたまたま出ちゃったらどうしたらいいんでしょうか？基本ソロでやってます。スルーで OK です。宝物庫はどうせすぐまた出せます。初フレが PC で便利ツール使ってます。これは一般的なことですか？レアなモンスターが出た時に通知したり、イケボの自動出品だか値下げ機能だったりです。あとはバトル中戦闘力を測定する機能があるらしく、今回は君より弱い人がいるよみたいなことを言ってきます。こういうツールを使用してる人や考え方は14に多いのか知りたいです。そもそもこの質問すること自体が良くないです。14は外部ツールの使用は禁止されています。実態として自身の DPS を表示させるツールを使っている人はいるようなんですけれども、公式が外部ツール使用禁止と言ってる以上、ツールを使っていること自体ですとか、使っていることが相手に伝わるような発言をすることとか、あとこういうパブリックな場でツールの質問をすること自体が不適切だと私は思います。ただ今回の質問者を責めているわけではないのはご承知おきください。初心者はね、そういうツールの取り扱いとか知る由もないしね。うまくないとブラックリスト入りされちゃうのどうしたらいいですか？うまくないがゆえにブラックリスト入りされているっていう風に因果関係が明確なんだったら、そんな理由でブラックリストしてくるやつなんぞこっちから願い下げと開き直るのか、あるいはうまくなるかのどっちかだと思いますし、私はどっちでもいいと思います。お寿司代、寿司ネタ何が好きですか？タコが好きです。最近はトランプのせいでモーリタニア産やモロッコ産も高くなって苦しんでます。姫ヘビー級4層まだですか？まず先にインセインエアをなんとかしてください。こんな感じで毎週土曜20時から初心者の立ち上がりをサポートするため生配信で質問に答えています。質問の際は事前に私のスタートアップ動画見ろとか過去の QA 見てから質問しろとか野暮なこと言わないから気軽に聞いてください。今後も14の役立つ情報をバンバン発信していくのでよろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。